今日はシオンさんからみんなへ授業があります。何ですか急に。何の授業？良きストリーマーになるための授業だそうです。全員立ってろ。なんでだよ。俺ら何も悪いことしてないだろ。先生、まずは挨拶からじゃないんですか？全員立ってろは規律の意味です。挨拶だった。言い方。そうはなんねえだろ。シオン先生は少々サディスティックですので。嫌ですよそんな先生。今日は私がみんなの先生だ。よろしく頼むよ。気軽に我が君イエスマイロードと呼んでくれ。いきなり先生じゃないんですけど。支配したい欲がすげえ。だって先生はクラスで一番偉い。つまり支配者だろ。おいおい、先生の認識が歪んでるぞ。一番授業が必要なのあの人じゃないですか。道徳の授業だけサボってたタイプ。おかしいな。君たちは選ばれし M 組の生徒じゃないか。 M 組、つまりマゾヒスティック組ですね。待てよ、俺ら全員マゾにされてるぞ。だから M 組だったのか。設定の暴力じゃん。欲しがるね。欲しがってんのはあんただよ。ずっとあんただけ。はいはい、皆さんちゃんと授業に集中してください。そもそもあの人もなんであのド S 教師に素直に従ってるんですか？家族でも人質に取られてんの？気に入らないな。あ、反抗的な生徒だ。このレオ様に物を教えるというんだ。よっぽどありがたい授業なんだろうな。ド S と俺様の頂上対決だぞ。今回ばかりはレオを応援せざるを得ねえな。ではレオくん、尋ねるけど、なんだ？最高のストリーマーとはどんな人だと思う？俺だろ。大正解。当然だろ。満足した。気を良くさせてレオさんを煙に巻きましたね。あれは作詞ですよ。つくづく教師のやることか。では授業の説明をしようか。私の授業では生徒の自由や自主性を重んじたいと思っている。何か意見があるときは手を挙げて。じゃあつまらないな。私の靴を舐めるか床に額をつけて懇願するのをどちらかにしよう。自由や自主性を重んじろよ。もう教師のふりをした怪物だろ。法で裁けない悪。あ、時間ですね。先生、そろそろ。仕方ないな。じゃあ次の授業を楽しみにしていてくれたまえ。チャオ。授業入る前になんか終わったぞ。僕たち何を教わったんですか？ああいう人になっちゃいけないってことじゃね。ああ。地雷系の匂いがするな。やっぱりな。ああ、誰かに無意味に僕の話聞いてもらいたいな。誰かの心に傷跡を残すことでしか僕は生を実感できないんだ。あ、ゲイルさん、ちょっといいですか？その導入から誰がはいと言えるんだ。ちょっと自傷行為しようかなと思って。ちょっとお茶する感覚で言うなよ。まあいい。不安定だからな。地雷系というのは嫌なことでもあったんだろう。じゃあいいですか？行きますよ。よくはないが、まあ危険だったら止めるか。ほら、ちょうどここに蚊に刺された跡があるでしょ？ああ。これをこうです。ふっくー、この痛みが僕を何度でも蘇らせる。待て待て待て。ふふ、怖いんですか？本物の自傷行為を目の当たりにして怖いんですか？いや、それが自傷行為なのか？自分の体を傷つけてるからそうでしょ。いや、もうちょっとこうあるだろう。地雷系なら。もうちょっとって？ほら、手首をナイフで切ったり。手首をナイフで？無理心中しようとしたり。無理心中？そんな怖いことよく考えますね。110番していいですか？やめろやめろ。見損ないましたよ、ケイルさん。興味本位で絡んじゃいけない人だったんですね。逆に俺が地雷系みたいに。僕、おばあちゃんに大事に育てられたんで、そういうのはちょっと。おばあちゃんに大事に？はい、親にもらった体は大事にしなさいって。ほう。自分がされて嫌なことは人にしちゃいけませんって。ほうほう。毎朝ラジオ体操してますし。これ
地雷系じゃないな。お前ちょっと新しい感じだな。あ、かりんとう食べます？おばあちゃんの影響強いな。バイトの面接に来てやったぜ。よろしくな。おいおい、絵に描いたような俺様が来たよ。俺様がコンビニでバイトなんかできるわけないだろう。手よく追い返すか。私は店長の山田です。お名前は？レオだ。レオ様と呼んでくれて構わない。ではレオさん、早速聞きますが、このボールペンを1万円で私に売ることはできますか？どうせうまく答えられなくて終わりだろう。俺様なんて底の浅いやつばっかりだからな。それは無理な相談だ。俺見たことか。少し借りるぜ、ボールペン。これで100万はくだらなくなっちまった。1万円なんて安すぎて無理だ。そんな肩幅1万キロメートルくらいの解決策ある？こいつやばいな。俺様界隈でもかなり上位のやつだぞ。逆に俺からいいか？はい、どうぞ。なんだ、何を言ってくるんだ？給料は今の倍くれ。おいおい、いきなり金の話かよ。金の話なんてほとんどのやつが最後の最後に言おうと思って結局言えない面接業界のタブーだろう。それはなぜ？まさかお金に困っているとか？妙な事情があるならそれを理由に断ってやれ。俺は人間でかすぎて固定資産税かかってるからな。そんなわけねえだろ。でもなんかちょっとそうかもなと思い始めてるのなんでだ？他に質問あるか？今なら前列するぜ。インフルエンサーの SNS かよ。面接なんだから前列は普通だろ。ではこの仕事に応募された動機は？お前が困ってるからだ。バイトが足りないんだろ？はい。顔色が悪いぜ。それに目の下のクマ。ずいぶん疲れてるな。はい。ここのところ寝ずに夜勤を。お前は一人しかいないんだ。大事にしろ。なんだこいつ。嫌な感じの俺様だと思ったのに、この胸の高鳴りはなんだ？俺を取れ。お前には俺が必要だ。上から目線なのにそれがでもバーカ、心配すんな。俺が守ってやんよ。こいつ一体俺をどうするつもりだ？どうした？具合でも悪いのか？君の元で働かせてくれないか？いや、俺を雇ってほしいんだよ。おいレイラ、廊下の真ん中を歩くんじゃない。廊下は右側通行。ルールを守れ。ったく、いつもうるせえな。あんたはお堅すぎんだよ。風紀委員長か。確かに風紀を守るのが俺の役目。俺はかつて地獄の番犬と呼ばれた警備のスペシャリストだからな。風紀の乱れは心の乱れ、心の乱れはパフォーマンスの乱れだ。精神論か。うんざりだぜ。そうやって何度もイチャモンをつけるのはお前の悪い癖だ。その格好もだらしないぞ。前を閉めろ。ファッションにまで文句つけんなよ。前を閉めて、そして鍵をかけろ。服に鍵があるかよ。ピッキング対策もしっかりしろ。誰が服をピッキングすんだよ。なんだ、今日は妙に調子がいいな。相手の注意すべきところが手に取るように分かる。というか過剰に分かる。まさかこれがゾウ？すごいぞ。今なら何にでも注意ができる。まるで重箱の隅をつつくかのように。それがイチャモンじゃねえの。反抗的な顔だ。ファンが逃げるぞ。ほっとけ。俺のスタイルだ。あと眉毛が鋭利だ。鋭利すぎて銃刀法違反の可能性がある。眉毛で？目つきも悪いし髪色も威圧的だ。まったくどういう教育を受けてきたんだ？なんだよ。小学生からやり直してこいとでも言いたいのか？キャラデザからやり直せるか？むちゃくちゃ言うなよ。っていうか、さっきからなんかおかしいぞあんた。あることないこと言ってきてよ。すまない。ちょっとゾーンに入っていてな。人に注意するときにゾーン入るやつなんて聞いたことねえよ。迷惑すぎるだろ。守りたいんだ、風紀を。俺の立場も守ってくれよ。もう俺には風紀しか見えない。シンプルに異常者じゃん。思い出したぞ。お前俺のプリンを食べたな。は？いつの話だよ。多分2ヶ月、いや3ヶ月くらい前だ。今言うなよ。すげえな。ゾーン入ると時を超えて注意してくんだな。あとプリンなんて軟弱なものを食べるな。
もともとプリンはあんたのだろ。はあ、なあ、もう風紀を守ることで風紀を乱してねえか？どういうことだ？あんたがあることないこと言うことで風紀が乱れてるって言ってんだ。つまり俺自身が風紀を乱していたと。本来風紀を守るべき俺が。おう、事故の存在証明が揺らいでる。すまない、すっかり目が覚めた。やっと元に戻ったか。面倒をかけたな。謝らせてくれ。気にすんな、そんな時もある。いや、一つだけ謝らせてくれ。プリンは決して軟弱な食べ物じゃない。そこかよ。今日は節分、豆まきが楽しみですね。ストレス発散にもなるしな。じゃあそろそろ始めましょうか。待て、豆まきは中止だ。は？なんでだよ。節分だから豆まきなんて安直すぎる。むしろ豆をまかない方向で面白くしてほしい。クリエイターとして恥を知れ。どんな意識の高さしてんだよ。豆まきくらい普通にさせてください。それにだ、食べ物を粗末にするのは良くない。ほら、豆が床に転がるだろう。後でちゃんと食べますから。だが豆が床に転がるだろう。それに鬼役も必要だ。みんなに豆をぶつけられる損な役。押し付けられる奴がかわいそうだ。これはいじめの温床ではないか。いや、考えすぎだろ。それに。ふん、鬼様の登場だ。豆まきの主役は鬼だろ。ならば俺がやるほかない。鬼ノリノリだから。だが豆が床に転がるだろちょっと待ってください。う。なんだ。それってただ散らかされるのが嫌なだけですよね。豆が床に転がるばっか言ってるからな。大丈夫ですよ、ちゃんとみんなで拾いますから。お前たちは信用できない。掃除を任せてもいつも埃が落ちてる。結局最後は俺が綺麗にすることになるんだ。そんなことはねまあなあ。どうしてもやるというなら、え、やると言うなら床に転がるのはお前たちになる。暴力に訴えるのやめろよ。ともかく今後豆まきは禁止だ。応募ですよ。じゃあこの際言わせてもらうが、掃除に限らず家事を俺に押し付けすぎだ。いや、ちゃんと家事は分担してるだろ。名前のない家事を知っているか？何ですかそれ。例えば洗った食器を棚に戻す、なくなりそうなお茶を飲み切って次を作る、そういうことをお前たちはやっているか？そうすべて俺がやっている。このシェアハウスの秩序を守ってるのは俺なんだ。めんどくさい話になってきたな。もう主婦の恨み事なんですよ。だから豆を床に転がすのは看過できない。その豆を床に転がすって認識やめませんか？豆まきの本質じゃないんですよ。以降、豆床転がしを禁止する。じゃあ豆を床に転がさなければいいのかよ。どういうことだ？豆をまくけどキャッチすればいい。なるほど、それなら床に転がらない。レイラさん、冴えてますね。任せとけよ。待て、それじゃあ豆床キャッチボールになるじゃないか。豆床キャッチボールってなんだよ。床を散らかされるのが嫌すぎて、床への意識が強すぎるんですよ。この場合、床は関係ないですから。じゃあなんだ、豆キャッチボールか。いや、もうボールが関係ないので。キャッチ豆か。名前はどうでもいいんだよ。よし、ではキャッチ豆を始める。もうそれでいいか。おい、飯に行くぞレイラ。俺は行かねえよ。お前らと慣れ合うなんてごめんだぜ。また始まりましたね。レイラ君は塩対応の一匹狼ですからね。事務所のマネージャーとして喧嘩は止めないと。いや、いつものことなので放っておきましょう。何を言ってる。俺たちは仲間だろ。それとこれとは話が別だ。仲良し小良しじゃねえんだよ。まあいいさ、行こうぜ。いつものところなので、気が向いたら来てくださいね。どうしてお前はそうなんだ。はっ、アカシアの委員長様は真面目なこった。おい、ちゃんと話を聞け。聞いてるよ。あ、これモールス信号ですね。なになに？そういう真面目なとこが尊いぜ。おい、こっちを見ろ。ムカつく面しやがって。ムカつくほどいい面しやがって。いい加減にしないか。うるせえ。俺に近づくな。近くにいるだけでドキドキすんだろ。レイラ君、これ率直にケイルさんのファンですね。誰にもわからないだろうってモールス信号で本心ぶちまけてます？ちゃんと話をしないとわからないだろう。俺のことを理解なんてできるかよ。残念。私は完全に理解しています。まさか事務所のマネージャーがモールス信号わかるなんて思いませんよね。っていうか君もなんでモールス信号なんて使いこなしてるんですか？先に行った二人も待ってるぞ。まだ俺が来るとでものほほんとしやがって。義理がてえ、そういうところが押せる。あ、
これケイルさんだけじゃなくて箱推しですね。仲間にそういうことを言うんじゃない。仲間虫図が走るぜ。俺を仲間だって思ってくれてんのかよ。モールス信号でっていう人初めて見ました。そこまで言うなら離れた席ならいいぜ。なんだそれは。まあいい、行くぞ。あ一緒の席なんか緊張しちゃいますからね。あ、なんか言ったか。いえ、行ってらっしゃい。今日も事務所は平和ですね。今日はレイラさんと出かける予定だったけど気分が乗らないな。具体的にどこが悪いってわけじゃないんだけど率直に行きたくない。おばあちゃんも体は大事にしなさいって言ってたしいいでしょ。すいませんレイラさん、今日ちょっと調子が悪くて。なんだよ急に。どこが悪いんだ。肘の違和感で。アスリートかよ。でもなんか変なんですよ。動かすとポキってうっすらなるんです。たまにあるやつだろ。めちゃくちゃ安全なやつだよ。そもそも集合5分前に連絡してくんなよ。もう少し早く。すみません、最後の最後まで諦めたくなくて。レイラさんとどうしても出かけたかったから。お前諦めたらそこで試合終了じゃないですか。アスリートかよ。それに仲間って会ってる時より会ってない時にどうするかの方が大事だと思うんです。おう、会ってない時にも思いやりを持てるかってことか。そう、オフ・ザ・ボールの動きを評価してほしいんですよ。アスリートやめろって。お前言い訳おかしくね。なんでよりによってアスリート。お前一番ぽくねえだろ。だってアスリートってちょっと当たっただけでうわーって大げさに倒れるじゃないですか。まあサッカーとか。だからアスリートはみんな嘘つきなんだなって。アスリートへの偏見やめろよ。だから僕も嘘ついていいんじゃないかなって。やっぱ嘘じゃねえか。倫理観バグってんのか。ピュアなところが僕のいいところだっておばあちゃんが。おばあちゃん、お宅のお孫さんこんな仕上がりになってんだけど。ともかく仮病だってんなら来いよ。俺待ってっから。待ってるんですか。待ってるよ。僕をですか。お前以外に誰がいいんだよ。ずっと。お前が来るならな。わかったよ。じゃあ今日はお開きにする。行きます。来んのかよ。あんたが依頼人か。待たせたな。レンタル彼氏の人ですか？いや、俺はレンタル俺様だ。なんか思ってたのと違う人来た。明日飲んだのレンタル彼氏なんだけど。誰にだってミスはある。気にするな。こっちの落ち度にされるんだ。何があっても悪びれない。これが俺様なんだ。まあ男なら誰でもいいや。おばあちゃんに彼氏いるって嘘言っちゃってさ、連れてきてって言われたから彼氏のふりしてくれる？構わない。だが俺に夢中になっても知らないぜ。うわ、でも話早くて助かる。お待たせ。あ、この方が彼氏さん？おばあちゃん。そうそう、この人が彼氏。よく来たな。俺に夢中になっても知らないぜ。あーしと全く同じ対応じゃん。誰にでもわけ隔てなく俺様かよ。黙って俺についてきな。選択権はないぜ。人のおばあちゃんにその態度はどうなん？あら、男らしい方ね。おばあちゃんと相性抜群じゃん。てか、あーしの彼氏役っての忘れないでよね。ああ、知ってる。お前は俺の彼女だ。ドキッとすんじゃん。何しろ俺は国民全員の彼氏だからな。興味アイドルでも言わないやつ。やがて世界遺産にも登録される予定だ。ごめんおばあちゃん。とんでもない男を彼氏にしちゃった。で、式の日取りはいつにするね。おばあちゃんすご。音速の女じゃん。ああ、さすがに早すぎる。わかってんね。俺の何十億というフォロワーに招待状を出すなら年単位でかかるだろう。スケール。世界には2種類の人間がいる。俺のファンか、まだ不幸にも俺を知らない人間だ。もう世界はあんたとあんたのファンしかいないんだ。あんたたち、本当に付き合っているのかい？疑われるターン来た。なんとかごまかせない？すまないが俺は嘘をつけないたちだ。スーパースターに生まれた以上、嘘偽りなく純度 100% で輝きたい。それが世界への礼儀だろう。意識の標高いくつ？息できん。お前だって自分のファンの前で嘘をつくのか？ファンって。おばあちゃんはいつもあんたの味方だからね。ごめんおばあちゃん。嘘ついてた。この人彼氏じゃなくて雪吊りの俺様なんだ。雪吊りの俺様。あんたもごめんね。変なこと頼んでっていない。レンタル俺様だからお金払わなきゃいけないのに。置き手紙があるよ。なに報酬はすでにもらった？わかった。お前の素直な心だとか、お前の笑顔だとか言うんでしょ？お前の瞳に映った俺がイケていた
俺様。もうすぐバレンタインね。この手作りチョコ教室も連日女子たちで大盛況。さて今日はどんな迷える乙女がやってきて。ってヤンキーだわ。お間違いじゃないかしら。ここは手作りチョコ教室なんだけど。チョコを作りに来ちゃ悪いかよ。は？可愛いじゃない。最近のヤンキーはお料理もするの？お料理とかはよくするけど。まあヤンキーだものね。てめえを料理してやるぜとかよく言うから。ちなみにチョコは誰かに？誰に？言えね口に出しては言えない相手。反社ね。送り主が俺ってことも秘密だ。それも秘密？俺があいつらにバレンタインチョコなんて恥ずかしくて言えねえし。やっぱり反社ね。本命義理チョコなんでもござれだったけど、今年からは反社チョコも受けたまわるわ。思わぬ業用拡大ね。あとチョコの中に何か入れられるか？チョコの中に？ウイスキーボンボンみてえな。そういう大人っぽいのがいいかもだしな。毒物？構想相手に毒入りチョコを送るつもりだわこのヤンキー。実力令和の反社はチョコでやるね。あと甘けりゃ甘いほどいい。あいつら毎日配信で疲れてっから糖分補給してやんねえと。甘いほど毒の味はわからなくなるものね。でも待って、今なら引き返せる。どうしてもやらないといけないの？日頃の感謝を伝えてやらねえとな。日頃の感謝ね。わかったわ。先生も覚悟決める。4人分必要なんだけどいけるか？なるほど。幹部を全員やるつもりね。四天王バレンタインに散るねえ。いいわ。血のバレンタインも悪くない。血のバレンタインってなんだよ。メッセージもつけられるか？ほらチョコに字書いてあったりするだろ。ちなみにどんな？いつも見てますとか。怖すぎない？怖くねえよ。嬉しいだろ。いつも見られてたら不安で夜も眠れないわ。いや眠れよ。とはに？言ってねえだろ。じゃあ応援してますでもいい。挑発？なんでだよ。敵幹部四天王を応援してますだなんて挑発以外の何者でもないわ。なんかさっきから勘違いしてねえか？勘違いはそっちよ。ここは愛の手作りチョコ教室。大切な誰かに愛を伝えるチョコを作る場所よ。そういうチョコを作りに来たんだ。推しに愛を伝えるチョコよ。推しに？ああ。どんな子？すげえイケてるやつら。女子？男子。ちょっと詳しく話を聞かせてもらえる？めちゃくちゃ乗ってきた。腹が減ったな。レオは何にする？わざわざこの俺様を連れてきたんだ。よっぽどのものを出す店なんだろうな。そうだった。レオは超のつく俺様だった。安易に牛丼チェーン店に連れてきたのはまずかったか？ここは人気の牛丼チェーンだからな。牛丼を食べておけば間違いない。そうか。ならそれでいい。店員さん、牛丼並を2つお願いします。かしこまりました。お待たせしました。おいおい早すぎるだろ。提供が早すぎるのはまずかったか？決して雑な仕事をしてるわけじゃないんだが。いい心がけだ。よかった。お気に召したようだ。味はどうだ？悪くない。ああ、うまいよな。牛丼はうまいんだ。ほっとしたぞ。さすがは牛丼だ。ここはもう呼ぶしかないな。あれを。あれ？すまない。まさかシェフを呼ぶ気か？待て待て、ここはそういう店じゃない。この店のシェフと店長と流通業者と生産農家を呼べ。おいおいおい、皇帝か？俺様にも程があるだろう。みんなが自分の思い通りになるとでも思っているのか？そんなにたくさん呼んでも意味がないだろう。バカ言うな。全員に礼を言わなきゃ気が済まない。感じいいな。この牛丼一つを作るのにどれだけの人が関わったと思ってる？誰が欠けてもこの牛丼は完成しなかった。違うか？感じいいな。このつゆを開発するためには眠れない夜もあっただろう。食べ飽きて夢にまで出てくるようになった牛丼。連日帰りが遅いことによる家庭の不和。それでも開発メンバーは諦めなかった。お前が何を知ってるんだ？そもそもどういう立場で言っている？この牛丼を心から愛したファンの立場でだ。さっき初めて食っただろ。お待たせしました。ああ、さっき呼んだから来てしまった。店にはお前一人か？はい、ワンオペなんで。一人でこれだけのことを。お前、俺たちの仲間になれ。おい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 、軽率に仲間を増やすな。ルフィよりフットワーク軽いな。これだけのことができる人は世界に数えるほどしかいない。いるんだって。少なくとも全店舗にいるよ。あのまっすぐな目を見ろ。牛丼しか見えていない目だ。もう逆に心配だよ、そいつは。こいつ、早くどうにかしないと。感じいいどころか、皇帝感の獣じゃないか。皇帝みたいに俺様なのに、何でも肯定する。お前は皇帝皇帝か。皇帝皇帝？皇帝皇帝ってなんだ？つい恥ずかしいことを言ってしまった。早くなかったことにしないと。悪くない。
今日から俺は皇帝皇帝だ。ずっとついていくぞレオ。今日は英語の勉強に付き合ってもらってありがとうございます。いえ、構いません。沖田さんは英語の歌を歌いますからね。少しでも歌詞の意味を理解したくて。いつでも協力しますよ。助かります。うちのメンバー教養ある人がいないので。さらっと辛辣なこと言いますね。では早速問題を出しますね。英文を読むので日本語に訳してみてください。 I'm a streamer. I'll do my best. 僕は配信者さ。これから頑張っていきたいと思ってる。どうかしました？いえ、次行きましょうか。 It's always been my dream to sing to the world. 世界に向けて歌うことが僕の夢だったんだ。 I'm so excited. すごく興奮しているよ。どうしました？癖がありますね。癖がありますか？ちょっと洋画っぽいというか、やや芝居がかっている感じがして。そうですか。でもそうかもしれません。動画を見て英語の勉強をしていたので。なるほど、よくありますよね。外国映画を見て英語の勉強をされたと。いえ、ワイドショーの外国人インタビューで。ワイドショーの外国人インタビューで、街角で外国人が英語で答えている？はい。あと映画監督とか主演俳優が新作映画の宣伝してたりとか。それで英語の勉強してる人いたんですね。変わってますか？変わってますね。まあでも英語の勉強には違いないので続けてみましょうか。はい。 I'm happy to be proud of Polly。 ここに来られて本当にラッキーだよ。この時間をもっと楽しみたいね。幼い頃からここでプレーするのが夢だったんだ。目標、それはもちろんチームの勝利だよ。ちょっと待ってください。外国人のインタビュー感が強すぎます。そうですか。あと、この時間をもっと楽しみたいねとか自分が言ってないことを言いませんでした？すいません、つい。ちょっと怖かったです。あと、スポーツ選手の入団会見とか見ました？多分そうですね。影響ある感じでしたか？海外のサッカー選手みたいで怖かったです。じゃあ最後にこれだけ日本語訳してもらえますか？わかりました。 This is a pen. これはペンです。 My name is Mike Davis. 私の名前はマイク・デイビスです。それは普通なんですね。ああ、やってっかよ。ちょっと待って待って。ヤンキー来たんですけど、ここ教会なんですけど。強盗？もしかして私襲われちゃう？なんでこんな時に限って私一人なの？なあ、聞いてんのかよ。はい、聞いています。私終わりました。これから身ぐるみ剥がされます。神よ、今までお世話になりました。懺悔があんだよ。懺悔？今、懺悔って言いました？ヤンキーなのに？ご冗談を。なんでだよ、ここ教会だろうが。そうでした。まあ、ヤンキーでも懺悔することくらいはありますか。だって悪いことしかしないですもんね。となると人殺しとか？怖いんですけど。実は白シャツと色物を一緒に洗っちまったんだ。は？だから白シャツと色物を一緒に洗濯しちまったんだよ。そんなのやべえだろ。色移りしたらどうすんだ。はあ、まあやべえですね。この間なんてポケットにティッシュ入れたまま洗濯しちまったし。まめに洗濯してるんですね。それだけじゃねえ。携帯によ、バイト先の上司を呼び捨てで登録してる。そんなのは序の口だ。本当にやべえのはこれからだぜ。はいはい。信じらんねえかもしんねえけどよ、気をしっかり持てよ。はい。俺はよ、配送の時間指定しておいて忘れてコンビニ行っちまったんだ。この重すぎる罪を一人じゃ抱えきれねえんだ。だから懺悔に？そういうことだ。あんたは俺を軽蔑しただろうな。いや、隠すなよ。聖職者ったって人間だ。この薄汚れた俺を笑えよ。
違う意味で笑いそうですけど。だけど、吐き出せてすっきりしたぜ。ありがとな。そうですか。よかったです。こんだけ聞いてもらって、ただってわけにはいかねえ。少ないが、置いてくぜ。いえ、そんなの結構ですよ。バカ。俺にこれ以上罪を重ねさせんなよ。じゃあな、また来るぜ。またのお越しをお待ちしてます。ヤンキーが逆にお金置いてくってある？クロウさん、ちょっといいですか？いいですよ。これやっといてくれるか？お任せください。自分は服部九郎、このストリーマー事務所のマネージャーです。仕事は大変ですが、皆さん自分を信用されているのでやりがいがあります。ただ、自分には皆さんには言えない秘密もあって、うっかりボロを出さないよう気をつけなければ。いつも頼りきりで悪いが、もう一ついいか？構いませんよ。少々お待ちください。今密告のメールを書いているので。密告？ええ、機密事項を外部に漏らそうとしているんです。へえ。よくわからないが、クロウは難しいことをやってるんだな。クロウさんって本当によく仕事ができますよね。どこで覚えたんですか？スパイの養成学校ですね。スパイの養成学校？人をだまくらかすための学校ですよ。最近はそういうのがあるんですね。あれ？今ポロッと何か言ってしまったような気がしますね。忙しくなるとつい正常な判断力を失いがちで。まあ気のせいでしょう。自分の裏の顔を彼らに知られるわけにはいきませんからね。彼、スパイだよね。クロウ君が事務所に潜り込んだスパイだって私だけは気づいている。面白いからひとまず泳がせてるけれど、まさか事務所の有能マネージャーが堂々たる裏切り者とはね。クロウさん、僕の来週土曜のスケジュールってどうなってました？ 10時から動画撮影、その後ランチミーティングを挟んで14時から企画会議、19時に歌収録の予定です。僕のスケジュール全部覚えてますか？ええ、皆さんの予定は完璧に把握していますよ。外部に伝えなければいけませんからね。絶対伝えちゃいけない外部だよね。だがクロウ自身のスケジュールは誰も知らないよな。そうですね。絶対人に言えないスケジュールだ。怪しさしかない。聞いてくださいよ、クロウさん。何ですか？この間レオさんが僕に嘘ついて一人で外出したんですよ。それはいけませんね。嘘をつくなんて人として最低の行為ですよ。どの口が言っている？その癒し系の雰囲気から繰り出されるサイコパス味は何だ？なあクロウ、俺は思うんだ。この事務所のいいところは俺を中心に一丸となってるところだって。そうですね。誰一人違う方向を向いていません。君だけ真逆の方向を向いているじゃないか。面白すぎる。どうやって自分の中で折り合いつけてる？都度記憶失ってる？やっぱりクロウは信頼できるな。この事務所はクロウさんで持っているようなものですよ。ありがとうございます。そう思っていただけているから自分は安心して皆さんの寝首をかけます。かくな寝首を。で、なんで君たちも気づかないの？もうその人顔に裏切り者ですって書いてないかい？騙す方も騙されてる方もガバガバ。こんなことあるだろうか。ちょっと失礼します。ついに本性を表すかな。深刻な問題を起こすようなら私も楽しませてもらいたい。ついに皆さんに秘密を打ち明ける時が来ました。ついに来たか。新しいスポンサーが決まりました。おめでとうございます。そしてレオさんと沖田くんにも新しいオファーが来ています。おめでとうございます。他のメンバーももうすぐ来るそうですからみんなでお祝いしましょう。これはめでたいな。仕事が増えちゃいますが、こうも祝われたら頑張るしかないですね。仲間思いなんだよな。